はい、どうもこんにちは。本日はですね、こちらのワゴン R、オープニングでね、乗ってる時の不快なゴリゴリ音、ゴトンゴトン音、聞こえたと思うんですけども、こちらの異音対策を行いたいと思います。何を対策するのかと言いますと、基本的にはサスペンションですね。サスペンションを交換して、どうやらですね、車外の車庫帳が入ってるらしいんですけれども、車庫帳が抜けてる。あとはアッパーマウントがへたってる。っていうのが双方であると思いますので、こちらのサスペンション周りを交換して、異音の対策を行いたいと思います。同時にですね、ただノーマルに戻すだけだと、車高がノーマルに戻ってしまいますので、こちらで購入した中古のサスペンションがあるんですけれども、これと同時にダウンサス。さらには中古のサスペンションなので、おそらくアッパーマウントがくたびれてるであろうということもありまして、アッパーマウントも新品で購入しました。こちらをですね、組み付けて、それでさらにこちらのワゴン R に取り付けてね、異音解消をしたいと思います。さらには車高がね、おそらく上がると思いますので、アライメントがずれてしまいますので、同様にですね、予備車検場に行ってサイドスリップも取りたいと思います。それでは参りましょう。レッツゴー。さあ、それではですね、早速、ジャッキアップで、まずはフロントから取っかかりたいと思います。はい、そしたらホイールナットを緩めてホイールを外します。車体の下に入れておきましょう。さあ、今サスペンションを外したんですけれども、素晴らしいです。まずここがロアシートごと動いちゃうのと、この上がこんだけ隙間があって、バネ遊びまくるというような状態になってますね。これが、ここで本来ならロックするものが緩んでんだね。もう車庫帳がおそらくダメなんでしょうね。これを交換したいと思います。下の方は ABS のボルトはついてて、ブレーキホースのボルトは固定されてない感じです。おそらく何かの車両のやつを流用してつけたんじゃないかなと思います。反対側も同様にバネが遊んでて、一応ブリッツの車庫帳なんだね。これもやっぱロアシートの土台ごとが動いちゃう車庫帳。まあこれだったら確かにガチャ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 音鳴っちゃうよね。しかもですね、これバネカットされてんだね。バネをカットして、バネの全長を短くしてんだね。いずれにしても、よろしくはない車庫帳なので、これはこれで一旦外して、それでね、適正な車庫に戻したいと思います。あとは気になったのは、これです。ドライブシャフトが切れてます。あと、ここだね。これもポロンポロンに取れてしまってるので、これはこの前、下回りをちょこっと確認した時に発見できたので、ドライブシャフトの交換もね、今後していきたいと思います。今回はサスペンションをね、まずは交換しましょう。運転席側はまずはここのサブコンピューターを外しましょう。コンピューターを外すのは 10mm です。はい、取れました。そしたら、こうやって取れます。ちょっと撮影用にコンピューター邪魔なので外しちゃいます。これは普段は外さなくても結構です。そうしたら、ここの2本を緩めます。まだここの2本は外さなくて結構です。緩めるだけで大丈夫です。そうしたら今度はここの2本を外します。
さらにここの 10mm の ABS のね、センサーがついてるステーを外します。そうしましたら、サスペンションの下回りもフリーになったんで、まずはここのボルト2本を外します。外したら、ボトッと外して、下側のサスペンションを支えながら、ここのナット2つを外しちゃいましょう。よいしょ。よいしょ。無事に外せました。そうしたら、これから組み付けるサスペンションのアッパーマウントを交換したいと思います。アッパーマウントは、もうガタが出てますね。そこで、このアッパーマウントです。幸いなことに、このベアリングもセットでついてきました。なかなか良心的ですね。アッパーマウントももちろんガタは一切ありません。これを組み付けてからワゴン R につけていきたいと思います。シモさんから借りたスプリングコンプレッサーです。やっぱね、スプリングコンプレッサーはちゃんとしっかりしたやつがいいです。安物買いのやつはね、ほんと銭失いになっちゃうんで、しっかりしたコンプレッサーを使いましょう。そして大丈夫なはずなんで、頭を 17mm で外します。はい、外せました。ナットとワッシャーを取っときます。こっちが旧型で、こっちが新品です。こっちはね、完璧グリスが漏れてるような状態になってます。よしよしと。ワッシャー入れて、ナットを閉める。そしたら 17mm で閉めます。そしたら、スプリングコンプレッサーを緩めましょう。はい、これで片側組み上がったんで、これをワゴン R につけたいと思います。サスペンション通して、それから上につなげます。ここでサスペンションをこんにちはさせます。通ったらすかさずナットをつける。つけたら仮締めのまんまで結構です。今度は下側をつけましょう。締め忘れはしないように気をつけてください。まずはアブソーバーとナックルをつけます。通ったらボルトを通す。下側も2本通します。そしたらまたナットを仮締めして、そして ABS のセンサーをつけます。それでもともとここのブレーキコースのボルトはなかったので、何か代用できるものをね、探してきて、ここを固定したいと思います。ちょうど良さげな 12mm のボルトがあったので、これを代用します。これで全部整いましたので、本締めをしたいと思います。下回りのボルト関係は OK です。あとは上を締めていきます。12mm です。そうしたらコンピューターを取り付けたいと思います。はい、じゃあこれで片側終わったので、もう片方ね、やってみたいと思います。それまでね、スキップしたいと思います。さあ、これでフロントのサスペンション、アッパーマウント新品に交換してね、ダウンサス付きのノーマルのサスペンションに交換しました。これでね、ジャッキを下ろして、フロントだけですけども、どのぐらい車高が上がったのか見てみたいと思います。さあ、これで交換したんですけれども、下がり具合なんですけども、ノーマルよりも確かにプラスアルファ下がってるかなっていう感じがします。極端にはもちろん下がってないんですけれども、正直、前後の下がり具合、今一番いいような気がするんですよね。こっちも、
フロントの方がちょっと上がってるぐらいの感じで、もしかしたらちょうどいいかもしれない。ちょっとこれで平ったいところに置いてみようか。さあ、ちょっと傾斜がかってるところなんですが、どうでしょう。見た感じね、悪くないような感じなんだよね。このままでいいかな。反対側もこんな感じなんだよね。これでいいか。結局ですね、リアのバネ、一応ダウンサスが入ってたんですけども、フロントのダウンサスを交換してみたら、意外にも前後比がバランス良かったので、このままでいこうと思います。ただし、もともと車庫帳が組まれてた状態の時から、アライメントっていうのがバラバラな状態で、さらにね、今回、ダウンサス付きの純正のサスペンションに組み替えたら、やはりアライメントがずれてるので、これからですね、予備車検場に行って、アライメントを調整してもらいたいと思います。ここで腹ごしらえします。まだまだね、調整するところ、直すところいっぱいあるんですけども、この DI ね、調子いいです。エンジン自体はね、18万9000キロ走ってる割には、全然元気ですね。びっくりするぐらい元気です。現状ですね、今これ、まっすぐの道なんですけども、ハンドルがですね、ちょっとずれてます。それと同時に、コーナーのところなんかでね、ハンドルを切ったりとかすると、若干取られる感じがありますので、間違いなしにサイドスリップずれてると思いますので、これをね調整したいと思います。すいません、サイドスリップなんですけど。はい、そうです。はい、で、すみません、ちょっとね右切ってもらって、はい、ちょっと前出してもらいます。はい、OK です。ハンドルまっすぐにしておいてください。はい、パーキングにサイドさん。はい、ちょっとハンドルセンターずれてるんですよね。ちょっとね気持ちこれぐらい左に。左ですか。はい、はい、ずれてます。はい、はーい。はーい。はーい。前出して、はい、受付でお支払いだけ。はい、ありがとうございます。やはりサイドスリップはですね、機械で調整したいっていうのがマーブラック的には思いますので、サイドスリップだけは毎回ここのね予備車検場さんにお世話になっております。おかげでですね、このワゴン R もすごくまっすぐ走るようになりました。最高でございます。ごとごとのイオンなんかも全部見事に消えましたので、まあアッパーマウントっていうのと、先ほどね映像で見て分かる通り車庫帳のバネの遊びっていうのが主な原因だったと思いますんで、まあ、これをね純正のサスペンションにしてアッパーマウントも新品にしたっていうのが一番の改善策だったのかなと思いますのでね、また一つこの車も元気いい状態になってきました。これで燃料系統の修理と同様に足回りのイオンなんかもねまた一つ改善されましたので、徐々にレストアが進んでまいります。何よりまだねちゃんと自走して走れるっていうのは全然マシな車両なんですけれども、ノーマルの乗り心地とかっていうのを維持しながら適切なね乗り味または加速感とかそういうのなんかを維持していきたいと思いますので、今後もねこちらのワゴン R 直していきたいと思いますよ。今回こちらの足回りのゴトゴト音によるアブソーバー効果なんですけれども、これからもっともっとこの白のワゴン R 改善していきたいと思いますので、今後もねご視聴いただければと思います。ということで最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。この動画が良かったなと思ったらグッドボタンとかチャンネル登録とかしていただければと思います。ということでまたお会いしましょう。さよなら。